私は子供の頃、よくおばあちゃん家に遊びに行っていました。その家には祖父も住んでいましたが、家族みんなおばあちゃん家と呼んでいました。そこには可愛いタンスがありました。そのうちに行くたびに、おばあちゃんにこのタンスの扉を絶対に開けるなと厳しく言われ、私はそれをずっと守っていました。ある日、祖父が亡くなりました。自殺でした。私が大人になってから聞いたのですが、祖父にはかなり前から自殺願望があり、亡くなる以前から自傷行為をすることがあったそうです。葬儀はおばあちゃん家で行われました。私はお通夜から葬儀の期間、おばあちゃん家の2階に泊まりました。葬儀の前日のことです。夜寝ていると1階から物音が聞こえ、気になって見に行ったのです。すると部屋にはおばあちゃんがいました。おばあちゃんは私には一切気づいていないようでした。私はしばらくそのまま部屋を覗いていました。その時、開けてはいけないと言われていた扉が開いているのに気づきました。部屋ではおばあちゃんが写真のアルバムを見ていました。そしてその後、そのアルバムを開けてはいけない扉の中にしまったのです。その時私は開けてはいけない扉の中には写真のアルバムがあったのだと初めて知りました。アルバムを見ている時のおばあちゃんの顔は今でも忘れられません。祖父の葬儀の前日なのに、おばあちゃんの顔は明らかに笑っているように見えたのです。翌日、葬儀の後、私は好奇心に駆られ、おばあちゃんがいない隙を見て、開けてはいけない扉の中を見てしまったのです。そこには気持ちの悪い人形と一緒に写真アルバムがありました。アルバムにはおばあちゃんの若い頃の姿が写っていました。それは異様なものでした。私はすぐに吐き気を覚え、アルバムを元の場所に戻しました。その後、立っていられなくなってしまい、家族に病院へ連れて行ってもらいました。その後も1週間程度高熱にうなされ、その間入院していました。入院している間も、おばあちゃんの笑みが頭から離れなかったのです。
あの時のおばあちゃんの笑みは、私には祖父のことを思い出しての笑みではなく、祖父の死を喜んでいるような笑みに見えました。私はその後5年ほどおばあちゃんに会うことを避けていました。その間におばあちゃんは亡くなってしまいました。私はアルバムにおばあちゃんが写っていたのは覚えていますが、何の写真だったのかよくわかりませんでした。アルバムが何だったのか見てもらえないでしょうか。そして処分をお願いできないでしょうか。私はあれを見て体調不良になったのだと思っていまして、自分で見る勇気がありません。お邪魔します。鏡があります。大きいテレビ。落とした。なんか、うわ、
これ。とりあえずアルバムを見てみます。何もない。
きなよ。大きいテレビ。お邪魔します。目黒と申します。今回金子さんの依頼を解決するためにこの家に来ました。